こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回は、ソニックシリーズの記念すべき一作目、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグについて解説します。おお、ついに来たな。誰しも一度は見たことがあるソニックの原点が、どのように誕生したのか、そしてどんなゲームなのかといった基本的な内容をはじめ、やり込み要素や裏技など、少しマニアックな内容まで解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルでは、ソニックのソフトやキャラクター紹介、ランキング動画や、最新ゲームのレビューなどを投稿していますので、動画が気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、早速スタートです。ソニック・ザ・ヘッジホッグは、1991年6月23日にアメリカをはじめとした世界各国で発売されました。なお日本では、それから約1ヶ月後の7月26日に発売されています。今作は、当時ゲーム市場で圧倒的な人気を誇っていた任天堂と、その看板キャラクター、マリオに対抗すべく制作された作品です。任天堂に遅れをとっていたセガでは、マリオのような看板キャラクター、そして当時のセガの最新ハードだったメガドライブの売り上げを牽引するような、キラータイトルの開発が急務でした。そこで開発者たちは、マリオのように敵を倒しながらゴールを目指す横スクロールアクションゲームと、メガドライブの高速描画処理能力を組み合わせた、ハイスピードアクションゲームを考案します。高速描画処理能力ってなんだ？とにかく性能が良かったということです。ゲームのコンセプトを確立したスタッフたちは、続いてキャラクター制作に取り組み始めます。まず社内で複数のキャラクターを考案し、それらを持ってアメリカのニューヨークへ。そこで街行く人々にアンケートを取り、最も人気のあったキャラクターが採用されることになりました。そのキャラクターこそ、ソニックの元となったこちらのハリネズミです。この時点でだいぶ出来上がってるな。隠して看板キャラクターは、ハリネズミをモチーフに制作されることになりました。セガのロゴをイメージした青い体に、当時アメリカで大人気だったマイケル・ジャクソンのブーツを履かせ、その性格はアメリカンなものに。そして最後に、音速を意味するソニックという名が与えられ、ついに私たちのよく知る、ソニック・ザ・ヘッジホッグが誕生しました。ソニックの見た目にこんな意味があったのか。全然知らなかったぜ。このあたりの話は以前投稿したソニックの小ネタ集でも紹介しているので、もっと知りたい方はぜひこちらもご覧ください。このような経緯を経て、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグは1991年に発売。全世界売上400万本を超える大ヒットを記録しました。現在はその数を1500万本まで増やしており、さらにスマホやニンテンドースイッチなど、2021年現在の最新ハードにも移植されています。移植作までカウントしたらもっと売り上げ伸びそうだな。そんな初代ソニック・ザ・ヘッジホッグのストーリーですが、ある日、ソニックたちが暮らすサウスアイランドという島に眠る幻の宝石、カオスエメラルドを手に入れようと、悪の科学者ドクター・エッグマンが悪巧みを始め、さらには島の動物たちを自分の言いなりになるロボットにしてしまいました。そこでソニックが、動物たちを助けてカオスエメラルドを守るため冒険へと出発する、という物語になっています。シリーズの一作目なだけあってストーリーはかなりシンプル。登場キャラクターも、ソニックとエッグマンの二人のみです。ですが、ハードの性能を最大限活かしたハイスピードアクションと、ソニックという魅力的なキャラクターが多くの人々のハートを射止め、結果今日まで30年も続く人気シリーズの礎となりました。初代ソニック・ザ・ヘッジホッグは、敵を倒しながらゴールを目指す横スクロール型のアクションゲームです。ソニックが使えるアクションは、体を丸めてジャンプする回転ジャンプ、丸まった状態で地面を転がるスピン、敵の攻撃をかわしたり、足場を調べるときに使うしゃがむ、の3種類です。このうち、回転ジャンプとスピンには攻撃判定があるので、敵に体当たりして倒すことができます。逆にそれ以外の状態で敵にぶつかるとダメージを受けてしまいますが、ステージ上にあるリングを1枚でも持っていれば、ダメージを受けてもリングを失うだけで、ミスにはなりません。また失ったリングはソニックの周りに散らばってしばらくその場に留まるので、急げば再度回収することができます。加えてリングを100枚集めると残機が1つ増えるという特典もあるので、リングはこまめに回収しておきたいですね。一方で、リングを持っていない時にダメージを受けたり穴に落ちたりするとミスになり、残機が1つ減ります。残機が0になるとゲームオーバーです。ゲームオーバーになると通常はタイトルまで戻されて最初からになってしまうのですが、コンティニュー数が残っていれば、ゲームオーバーになったステージからまたゲームを始めることができます。コンティニュー数は後で紹介するスペシャルステージでリングを50枚取ることで増やせるので、なるべく多く持っておきたいところですね。普通のステージでもスペシャルステージでも、いかにリングを集めつつ進めるかがポイントってことだな。スピードが速いから火ダメは多そうだけど、ステージの至るところにリング落ちてるし、意外とミスは少なそうだ。ハイスピードアクションを作る上でダメージ頻度の多さは避けて通れない課題でしたが、かといって敵の数を少なくすると、ただソニックが速く走るだけの淡白なゲームになってしまいます。
そこで開発スタッフたちは、ダメージを回避するのではなく、ダメージを受けても大丈夫という仕様にすることで、この課題をクリアしたのです。逆転の発想ってやつだな。そのおかげでこの初代ソニック・ザ・ヘッジホッグは、難易度とやりごたえのバランスがとてもいいゲームになっています。それでは続いて、今作に登場するステージをご紹介します。今作は6つのゾーンで構成されており、それぞれ全く違った雰囲気になっています。第1ゾーンは、海の見える草原地帯、グリーンヒル。ここは見たことあるぜ。シリーズ1作目の第1ステージというだけあって、何度もリメイクされてきましたからね。スマブラにも登場したことがあるので、これで知っているという方も多いかと思います。最初のステージなだけあって難易度は優しめで、360度ループや S 字カーブなどの印象的なギミックも登場しています。疾走感あふれる楽しいステージですね。第2ゾーンは、溶岩まみれの遺跡地帯、マーブルゾーン。グリーンヒルとはガラッと雰囲気が変わり、至る所で溶岩が溢れている危険なステージです。落下に注意するのはもちろん、突如溶岩が吹き出てくることもあるので油断できないですね。第3ゾーンは、スプリングだらけの夕焼けの街、スプリングヤード。夕方のステージなので背景は薄暗いですが、スプリングをはじめ電飾系のギミックが多いので、全体の雰囲気としては賑やかです。あとここの BGM は個人的に大のお気に入りですね。確かに思わず口ずさみそうな曲だな。どことなくおしゃれでずっと聴いてられるぜ。第4ゾーンは、水没した迷宮、ラビリンスゾーン。ここではソニックが水中を進むパートが数多く出現します。水中では息が長続きせず、時折出現する息継ぎポイントで定期的に息継ぎをしないとミスになってしまうので、かなりハラハラさせられるステージです。カウントダウンの BGM 怖いんだよな。ひえー。第5ゾーンは、夜の街を疾走する、スターライトゾーン。終盤のステージなだけあって、敵やギミックがかなり難しくなってきます。一方で坂道やループが多いので、非常にスピードを出しやすいステージでもあります。背景や BGM がおしゃれな夜の街を彷彿とさせるようなものになっているのも特徴的で、個人的にお気に入りのステージです。第6ゾーンは、エッグマンの秘密基地、スクラップブレインゾーン。ここが今作の最終ゾーンで、様々な仕掛けが待ち受けています。全体的に難易度が高く、落ちるとミスになる箇所もたくさんあるので、まさに最終ステージといった装いですね。どこも個性的で楽しそうだな。基本的に奇数ステージは高速で駆け抜ける構成になっており、偶数ステージは仕掛けが多く、じっくりと進む構成になっています。また各ゾーンにはアクト1から3という3つのコースが用意されており、アクト3ではエッグマンとの対決が待っています。一方アクト1、2では、リングを50枚以上持った状態でゴールまで行くと巨大なリングが出現し、そこに飛び込むとスペシャルステージに入ることができます。スペシャルステージでは全体が回転するステージを跳ね回りながら進み、ステージ内のどこかにあるカオスエメラルドを入手するのが目的です。ステージが常に回転していることに加えて、ステージ内には回転速度を変えるブロックや回転方向を反転させるブロック、触れるとスペシャルステージが終了するブロックなど様々な仕掛けがあるため、かなり難易度の高いステージになっています。要はやり込み要素ってことだな。さっきのコンティニュー数の話で出てきたスペシャルステージってのもここのことか？その通りです。このステージでリングを50枚入手すると、残機が0になってもそのステージからやり直せるコンティニュー数が1つ増えることになります。また、6つのゾーンすべてのスペシャルステージでカオスエメラルドを入手すると、真のエンディングを見られるというご褒美が用意されています。初代ソニック・ザ・ヘッジホッグの有名な裏技として、タイトル画面で特定のコマンドを入力すると発動する隠し要素があります。例えば、上、下、下、下、左、右、と入力し、A ボタンを押しながらスタートボタンを押すと、ステージセレクトの画面が表示されて好きなステージからゲームを始められるようになります。初代ソニック・ザ・ヘッジホッグにはセーブ機能がないため、ゲームオーバーになってコンティニューもできない場合また一番最初のステージから始める羽目になるのですが、このコマンドを使えばミスしたステージから再開できます。さらに先ほど紹介したスペシャルステージも選ぶことができるので、この機能を使えばカオスエメラルド収集もだいぶやりやすくなります。ちなみに一番下にあるサウンドセレクトは、ゲーム中の BGM や効果音を聞くことができるボタンです。セーブ機能内ならこの機能は必須まであるな。知ってるかどうかでめちゃくちゃ難易度変わってきそう。他にも、C ボタンを7回押した後に、上、下、下、下、左、右、を押し、一度でも画面を表示してから再度タイトル画面に戻って、同じコマンドを入力。
ステージセレクト画面に入り、サウンドセレクトで QE を選択するとスタッフロールが、QF を選択するとエンディングが流れるといったコマンドもあります。先ほどのステージセレクトに比べると使用頻度は少ないですが、真のエンディングを手っ取り早く見るのであれば、ステージセレクトでスペシャルステージを選んでカオスエメラルドをすべて入手した後、このエンディング干渉のコマンドを使うのがいいでしょう。続いて紹介するのは、スロー&コマ送りコマンド。タイトル画面で、C、上、下、左、右、と入力し、ゲームを始めます。そしてゲーム中にポーズをかけて B ボタンを押しながらソニックを動かすと、スローモーションになります。同じ要領で C ボタンを押しながら動かすと、今度はコマ送りに。そして A ボタンを押すと、ゲームがリセットされます。これもどこか使いどころがあるのか？これはないですかね。そうか。最後にご紹介するのは、上、C、下、左、C、右、と押した後に、A ボタンを押しながらスタートボタンを押し、ゲームが始まるまで A ボタンを押し続けるというもの。このコマンドを入力すると、無敵&エディットモードという仕様でゲームが始まります。まずは名前の通り、このモードではソニックは無敵です。そしてこのモード中に A ボタンを押すと、なんとソニックがリングに変身するのです。さらにリングだけでなく、B ボタンを押していくと他のアイテムや敵などにも変身でき、C ボタンを押すことでそのアイテムや敵をステージの好きな場所に配置することもできます。なんじゃそりゃ。めちゃくちゃな機能だな。裏技っぽさはすごくあるけども。これらの隠しコマンドは、スイッチ版などの移植作でもメガドライブのボタンに対応したボタン入力をすることで発動することができます。気になる方はぜひ試してみてください。最後に、ゲームギア版ソニック・ザ・ヘッジホッグについて解説します。ゲームギアってなんだ？ゲームギアは、1990年にセガが発売した携帯ゲーム機です。このゲームギア版ソニック・ザ・ヘッジホッグは、もともとは1991年10月に、メガドライブの一つ前のゲーム機、マスターシステム用として日本国外で発売されたもので、それが同年12月、ゲームギア用として日本に逆輸入されました。今作は、登場人物やストーリー、操作方法などはメガドライブ版と同じですが、ダメージを受けた際に落としたリングが回収できない。ボス戦はリング0枚で臨まなければならないなど、全体的に難易度が上がっています。また、ステージも全くの別物です。6つのゾーンが登場し、各ゾーンにアクト1から3があるという構成は同じですが、ステージ内容はゲームギア版のオリジナルです。ゴールの演出も違っており、クリアした際にランダムでボーナスがもらえる仕様になっています。またメガドライブ版と同様、ゴール時にリングを50枚以上持っているとスペシャルステージに入れるのですが、そのステージ構成は大きく異なります。最大の違いは、カオスエメラルドがないこと。そのため、ゲームギア版のスペシャルステージは単なるボーナスステージといった扱いです。カオスエメラルドは出てこないのか？そんなことはありません。ゲームギア版では、カオスエメラルドはステージのどこかに隠されています。数はメガドライブ版と同じく6個で、全部集めると真のエンディングが見られるというのも共通です。なるほどな。カオスエメラルド集めに限ってはゲームギア版の方がやりやすそうだ。てかタイトルは同じだけど、メガドライブ版とは全然違うゲームなんだな。そうですね。兄弟作といったところでしょうか。なお元がマスターシステムのゲームなので、メガドライブ版より画質は劣ります。高速描画処理能力もありませんしね。意味わかって言ってるのか？以上、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグの解説でした。いかがだったでしょうか？誕生秘話とかリングシステムの話が面白かったぜ。開発者たちの工夫がたくさん知れたからな。次回は、今回紹介したソニック・ザ・ヘッジホッグの続編、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2の解説動画をお送りする予定ですので、楽しみにしていてください。また動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価をぜひよろしくお願いします。ゲームに関する思い出なんかもどしどしコメントしてほしいんだぜ。たくさんのコメント待ってます。それでは、次の動画でお会いしましょう。